皆さん、こんにちは。私は、1500年前、領寿仙にて、釈尊が、法を説いた、その場に居合わせた弟子の一人です。本日は、妙法蓮華経の、大場だった本第12を、お届けします。この章は、釈尊が過去世での修行や、大場だったとの因縁、そして法華経の深い教えを語る、重要な部分です。その教えを、お伝えしてまいります。どうぞ最後までご覧ください。その時、釈尊は天や人々、そして海衆に向かって語り始めました。私は、計り知れない遠い昔、国王として、法華経を求め続けていた。その時、私は、王位を捨て、妻子や財産、さらに自分の体さえも惜しまずに布施を行い、六波羅蜜を実践した。そして、四方に宣言した。誰か、私のために、大乗の教えを説いてくれるなら、私は、終生、その人に仕えよう、と。その時、足仙という仙人が現れ、法華経を持っていると聞いた。釈尊は、すぐに仙人に仕え、1000年の間、木の実を取り、水を汲み、食事を用意し、身を粉にして尽くした。その時の王は、私であり、その仙人こそが、今の大場だったなのだ。釈尊は、続けて言いました。大場だったは、私にとって全知識であった。彼は、私に、如来となるためのすべてを教えてくれた。最高の悟りを得て、広く、衆生を救うことも、すべて、大場だったのおかげである。大場だったは、未来に仏となるだろう。その名は、天皇如来。その国は、天道と呼ばれる。多くの衆生が、悟りを得るだろう。その時、他方如来の寺社である、智釈菩薩が、他方如来に言いました。もう、私たちの仏国土に帰る時です。すると、釈尊は、智釈菩薩に言いました。しばらく待ちなさい。文殊師利菩薩に会ってからにしたらどうか。その瞬間、文殊師利菩薩が、1000枚の葉の蓮華に座り、無数の菩薩たちを伴って、海中の竜宮から現れ、領寿仙に到着しました。文殊師利は、釈尊と他方如来に礼拝し、智釈菩薩と対面しました。智釈菩薩は、文殊師利に尋ねました。文殊師利菩薩よ。あなたは、竜宮で、どれほどの衆生を導いたのですか？文殊師利は答えました。その数は、計り知れません。実際にご覧に入れましょう。文殊師利が言い終わらないうちに、無数の菩薩たちが、蓮華に乗って海から現れ、虚空に集まりました。彼らは皆、文殊師利の教化を受けた者たちで、六波羅蜜を実践し、大乗の教えを学んでいました。その時、智釈菩薩は、文殊師利に尋ねました。法華経は、奥深く、仏となるのは難しいのではないか？文殊師利は答えました。いえ、それは可能です。例えば、竜王の娘は、わずか8歳ですが、法華経を深く信じ、瞬く間に、悟りを開きました。智釈菩薩は驚いて言いました。釈迦如来でさえ、長い時間をかけて、修行を重ね、悟りを得られた。女人が、一瞬で成仏するなど、信じがたいことです。その瞬間、竜王の娘が現れ、釈尊に礼拝し、敷を持って参拝しました。世尊は、仏智をもって十方を照らしておられます。私は大乗の教えを開き、苦しむ衆生を救います。すると、舍利発が竜女に言いました。あなたは成仏したと思っているが、女人の体は汚れている。どうして一瞬で成仏できるのか？竜女は宝珠を取り出し、釈尊に捧げました。釈尊はそれをすぐに受け取りました。竜女は、舍利発に言いました。私が、宝珠を捧げ、
世尊が受け取るよりも速やかに私は成仏します。その瞬間、流如は男子に変わり、南方の無垢世界で成仏しました。海衆は皆、驚きと歓喜に包まれました。またこの章の中で、釈尊は、未来の世において、良い心を持った人々が、法華経の台場だった本の教えを聞き、清らかな心で深く信じ、疑うことなく受け入れるならば、その人は地獄や餓鬼、畜生の世界に落ちることはない。そして、十方、あらゆる方向にいる仏様の御前で生まれ変わることができるだろう。生まれ変わった先では、常にこの法華経の教えを聞く機会に恵まれる。もし人間界や天界に生まれ変われば、この上ない幸せを受け、もし仏様の御前に生まれ変われば、清らかな蓮の花から生まれることができる、と釈尊は約束されたのです。いかがだったでしょうか。この台場だった本第12話、過去世の因縁、全知識の重要性、そして法華経の稀有さを教えてくれます。まず、全知識とは、私たちにとって良き導き手となる存在です。釈尊は、台場だったを全知識と呼び、彼のおかげで悟りを得ることができたと語りました。台場だったは一見、敵対する存在のように見えるかもしれませんが、実は釈尊にとって欠かせない存在でした。このエピソードから私たちは、すべての出会いには意味があることを学ぶことができます。たとえ困難な関係にある人でも、その人から学ぶべきことがあるかもしれません。また、竜王の娘の成仏は、法華経がすべての衆生に開かれた教えであることを示しています。性別や年齢、境遇に関係なく、誰もが仏になる可能性を持っているのです。これは当時の社会通念を超えた革新的なメッセージでした。この点からも私たちは全ての出会いには意味があること、また誰もが仏になる可能性を持っていることを学ぶことができます。ぜひこの教えを日々の生活に生かしたいと思います。釈尊が残されたこの法華経は全ての経典の宝であり、その教えを信じる者には計り知れない功徳があります。私たちもこの教えを日々の生活に生かし、全知識を見つけ、すべての衆生と共に悟りを目指すことが重要なのです。それでは本日の動画はここまでです。今回は妙法蓮華経の台場だった本第12についてお話ししました。次回は漢字本第13の深い教えについてお話しします。もしこの動画が皆さんの心に響いたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただき、この動画をあなたの周りの方にお勧めされることも、釈尊が求める仏の道、大乗の道にもつながることでしょう。また、皆様の感想もコメントでお寄せください。次回も、また、釈尊の教えをわかりやすくお伝えします。それでは、またお会いしましょう。南無妙法蓮華経。